はい、モテの山田です。高本さんです。お願いします。今日はですね、普段高本さんがやってるスタイリングが結構髪硬い人たちにボリュームが出やすい髪質が硬い人たちに、すごくフィットするかなと思ったので、それのやり方と実際にやってちょっと見てもらおうかなっていう、その髪型動画の番外編みたいな感じです。これもう伸びた状態、こういうどれぐらいでしたっけ？これ2ヶ月ちょいですね。動画で見てると分かんないと思うけど、結構髪しっかり系なんですよ、実は。癖はあるんですけどね。はい。だから結構ボリュームとかは抑えるスタイリング、あとうちのこのカットで、ちっちゃいシルエットだけど毛先の細さが残るっていうスタイル。いつもスタイリングするときにどうしてるんですか？一番最初にオイルをつけて、でその後にハードめなジェルをつけるという感じで。ジェルなんですよ。ジェル単体だけだとバッキバキになりすぎるので、ちょっと色汚いのもなかなか逆にボワッとするので、あえて最初にオイルでコーティングしておくじゃないですか。そうですね。それは結構好きなタイプです。それをいいな。そのままジェルをいくとダイレクトに行くんでバキってはいくんですけど、だから山田の場合これジェルで固まってるんですけど、動くんですよ。ちょっと動きます、ジェルすぎない、ちゃんとキープされたジェルの形はあるけど、ガチってくっついちゃう感じにはならないから、これは髪が硬くてでツンツンしたスタイルじゃなくて、この上とかが長さがあるような、もうちょっとロン毛な人でも使えるスタイリングだなと思って。ちょうどいい時間でこの景色がこんな感じになって景色撮りから夜はこんな感じですよ、うちの店は。だからあんまりジェルっぽくないというか、そうですね、いわゆるね、本当の多分剛毛で硬い人はバームとオイルだけどちょっと1日はキープできない。そうですよね、これまだカット前なんで、さすがに2ヶ月経ってるんでちょっと大きくなっちゃったかなっていう状態ですよね。なので前髪もちょっと伸びた分結構長いから、ちょっと切って、耳もちょっとまあ隠れちゃってますもんね。そうですね、今かけてこれぐらいだったんで、全部出したらちょっと長いですね。そうですね。だから半分ぐらいは、見えるぐらいにしてあげて、あとは襟足を詰めるのと、ここら辺はキュッとして、そうですね。ちっちゃいサイズ感になるように。これはこれでね、山本さんの場合かっこよくなっちゃうんだけど、このバフってなってるのはそれはそれでみたいな。やっぱ切るとね変わるんで。じゃあ切っていきましょう。はい、お願いします。山本さんは髪もやっぱりしっかりして膨らみやすいから、2ヶ月ぐらいですかね、今の周期は。そうですね、2ヶ月ぐらいです。それでもやっぱ伸びてもある程度その形にはなるっていうのは良さとしてあるから、とりあえずそれ結構崩壊したと思う。そうですね。今ね、長さが髪のボリュームが出やすい人の場合は、ちょっとある方が普段のスタイリングが楽だよっていう。柔らかい髪の人がと同じが長い髪だとぺったんと張り付いちゃうから、ちょっと短くしてボリューム出すのが、ボリュームがある人の場合だとさらに浮いちゃって短くなっちゃうから、そういう長短つけてある部分にその長の方が落差がある方がね、スタイリングしやすいですよね。じゃあここからドライカットで切っていきます。よし、ドライカットも終わりました。どうですか？めちゃめちゃ軽くなりましたね。フィットしたね。全然違います。これが俺のサイズだったって感じでしたね。それはマジで毎回切るたびに思います。そうだよな。
そうこうやって見るとちっちゃくなったの分かるよね。スタイリングしてる。触ってみる。はい。あ、そうですね。全然。そうだいぶ細かくはいスライド入れといたから柔らかく、まあだからこれカットも髪が柔らかく見えるようにこう手数多めにやっぱ入れることで柔らかい人風になる。まあ硬い人はね柔らかく見せた方がどうせだったら、いいから硬く見せてもしょうがないんで、柔らかく感じ手入れても全然違います。そうだよね、実際軽いから動きがもうこうパラパラになるんで、これでじゃあスタイリングしていきましょうか。まずちょっと濡らします。まあ濡らしてこのウェットになったイメージを先にちょっと見てもらって、でもこの濡れた状態がその一瞬じゃなくね、やっぱそれが持たなきゃいけないっていうのがね、スタイリングだから、そこがやっぱりみんなが気にする部分よね。まあ例えばその硬くない人だったらもうバームとオイルで適当にしてるっていうのが楽っていうのもあると思うんですけど、やっぱりこのちっちゃい状態をキープしてたりとか、この濡れた束感が長時間持つっていう時にはこのスタイリングがいいんじゃないかっていう。何回紹介してんだっていう確かに登場シーンめっちゃ多いですね。まあ N ドットもだからオイルもそれなりにつけるよね。つけます。はい、全体にちゃんとやっぱり根元付近から毛先まではついてた方がいいから。はい、めっちゃ軽くなった感じですよ。なんか半分ぐらいはもう切れ干してんじゃないかな。そんな感じですね。体感ね。はい、でジェルは何使ってるんですか？ジェルはロレッタのハードゼリー、でかいやつですね。はい、あれを使ってます。まあそこからこっち合わせて結構取りますね。そうだよね。しかも量使うんでやっぱあれぐらいでかい方が画材役なのでいいかな。確かに。だからもうコスパ重視したければウーノのとかもう何でもなんかコンビニに売ってる安くてみたいなのでもいいよね。はい。そのロレッタの多分いいところは水でもう一回こう修正できるんで、しやすいんだ。パンチって固まったの、それはすごいやりやすいのは多分そうかもね。あれかなって。なんかゼリーっぽくなってるからです。いわゆる伸びなんかいいよね。はい。ザ・ジェルってなんか粉吹いちゃうみたいな感じにバキってなるから、だからそれもいいところかもしれない。まあちょっとうち今それないんだけどそう、そのゼリーっぽいようなジェルであることも結構いいのかも。オイルとの相性。このジェルにいきます。アリミノの BS スタイリングフリーズキープジェル。これぐらいあっていいよね。今にはちょっと多いかなさっきのね、伸びた時はそれはあった方がいいでしょ。そうです。やっぱりその量に対しての適量な方がいい。だから伸びがいいようにちょっとオイルつけるのと、やっぱりちょっと濡らした方がいいと思うんだよな、最初に。状態でジェル使うとボワンってした状態で固まっちゃうんで、濡らした状態でなんか伸びないよね。そうですね。ついて張り付いちゃう。
まあムースでもいいっちゃいいけど、これはやっぱりそのボリュームが出やすい人で、乾いてくると中がふかふかしてきて徐々にでかくなっていっちゃう人の場合だと、やっぱこっちの方が良かったです。だからちょっと根元付近とかもこうちゃんとついてる状態にして置く方が安心ですよね。だから細い人は絶対ダメかなやるといろいろこう頭皮が透けちゃったりとか、そういうふうにもやっぱり一番なりやすいことになっちゃう。ちょっとこう密度とかが結構多かったりとか、本当にびしょびしょにしてスタイリングしたい人の場合のやつ。こうやってつけたてだとすげえベタってつけたなって感じするんですけど、ジェルって乾いちゃうとそうじゃなくなるからね。これぐらいの濡れ髪。このやっぱ鉢が消えて垂れる分縦感がやっぱ出るから、そうなるとやっぱ全然違いますね。ただこういうちょっとパートスタイルみたいなのはやる人多いと思うので、なんかその伸びてきちゃってボリュームどうしようもないなっていう時なんかは、このスタイリングをやってみてもいいんじゃないでしょうかっていうことで今回やってみました。自分でカメラで動いて見せてあげてくれない？こうやってこれどういうふうにですか？これ撮ってるんですか？こういう感じで。はい、いいですね。いいね。この服と合う。今だとちょっとこう乾いてきてちょっとパリッとしてる状態だけど、これぐらいの質感が保てるし、なんかジェルっぽくも見えないですよね、こういう風にやって。だからこれは結構さっきぐらいの量をやっぱつけたからなんですよ。これがやっぱこう控えめだったりとかすると、本当にその濡れ髪でキープしてある感じに見えなかったりするので、多分ね、みんなが思ってるこの倍つけていいと思うで、うわーベタベタってなるけど、一旦それで待って、そうっすね。ね、乾いてみて、はい、ってなると結構いけるかな。確かに。なんか最初は結構そのね、量をつけてベタベタな感じはしますよね。しますね。最初大丈夫なのかなっていうそうだよね。引き返せるなら引き返した方がいいんじゃないかなって思えるぐらいはなんかつけて、でも乾いてきたらまあいい感じ。そうそう。だからそれがなんかその時に最初につけたオイルが効いてくるから、なんならそのつけた量の重さもあると思う。そのまとまってるその要因として、という感じです。だからちょっと髪固めの人とかはこのスタイリング使ってみたらどうかなと思います。ロレッタがいいかもしれないですね。ロレッタがおすすめですね。まあなのでスタイリングのこととか、まあこういうちょっとピンポイントで伝えれる動画とかもまあやれたらいいかなと思って、聞きたいこととかあったらコメントしてください。じゃあ今日はありがとうございましたね。ありがとうございました。普段のカットをしに来たのにいきなりそれではまた。浜田ずっとヒゲあったっけ？生えてましたよ。だよね。はい。でも生えてました。でもここだけない時もあるし。ああ、そっかそっか。最近はずっとここはあります、全部。なんか短くするとそんぐらいのヒゲあるのいいな。あ、それはマジで思いますね。なんか長くてこうヒゲあったらちょっとこうくどくなるんだけど、やっぱそれぐらいちっちゃくなってヒゲになってヒゲあるとちょうどバチッとはまる瞬間ありますね。一周回ってみてくれる。